今度はですね、これは赤松です。先ほどちょっとちらっと言いましたけど、後で、お見せします言ってたやつですけど、まあ赤松を黒松みたいに短くしてほしいという、ご要望が非常に最近多いという話をしましたですけど、だからまあ黒松と同じぐらいの時期に芽切りをして、葉を短くしてる分です。で、先ほどの錦松と違って、木肌、これは山鳥のやつで畑で入れてないやつなんですけど、でこんなしてるけど結構、お年を召してる松なんですね。でうち来て何年あるかな、もうちょっとしばらくありますけど、まあ何年かに1回ちょっといろいろ植え方の角度を変えたり枝のちょっと方向を変えたりしながらちょっと遊んでる木ですけど、まあこれもだから7月の、去年が何日ぐらいだったかな、7月の12日ぐらいだったかなに芽切りをした分ですね。でこれも今年はちょっと、葉を長くしたいなと思うんですが、そこでですねちょっと面白いの見つけたんで、これのご説明、これ寄れますかね。はい、これ眠り芽いうらしいんですけど、全然芽が動いてないんですね。まあ養分が十分行き渡っていないのか、なんでしょうね、芽が全然動いてないんですよ。でこれをですね、眠り芽まあちょっと活性化させるためにこの芽を切るっていうふうに以前私は高松の方で教わったんですけど、実際ですね、こういうのをお客さんのところでもうちにあるやつでもですけど、黒松、まあ赤松に限らずですね、黒松でも錦松でもですけど、こういった眠り芽って時々あるんですよ。でこれをですね放置しててその年開かずに、翌年になって開くというパターンもあれば、なんか眠ったままそのままその芽が枯れてしまうというのも実際経験があります。でじゃあその刺激を与えててこの眠ったやつを切るんですよ。で切ってどうなるかって、切って芽が出ない場合もあるし、切ったところから出る場合もあるんですよ。だからどれが本当にいいもんかなと。ただまあやっぱりまあ今年針金もかけてるし、こう植え替えもしてるっちゅうのもあって、まあ、芽の伸びがちょっといまいちなんでしょうけど、この芽が例えばここ全部出ないとですねちょっと困っちゃうんですね。でここはまあちょっと開いてるのでここは取りますけど、まあちょっと1個残して1個だけ切っときましょうかね。またこれこのまま残ってればですね、またお見せすることもできるかとは思うんですけど、はい、今1個残して1個だけ切りました。今2個動いてない芽がありましたので。おばさん正解はないってことですか。どうなんでしょうね。いろいろ今までやってきて、最初にその眠り芽で刺激を与えると開くよという話を聞いて、いろんなパターンをちょっとやってみたんですけど、開くのもあれば開かないのもあるんですね。で、刺激を与えてて切ってみてじゃあどうかっていうと、芽が出る場合もあるし出ない場合もある。翌年っていうかまあこれ今芽1個切ったんですけど、こちら側の方を切ったんですけどね、これ切りました。でも2番目の芽が出てきませんとなると、この枝今年はこのままですけど、もう芽多分出ないんですね。でそうなるとこれはもうなくなっちゃうんですよ。でじゃあ切らん方がいいじゃないかと切らんでもそのまま芽が死んでしまったこともあるわけですね。で翌年動いたっていうパターンもあるので、まあ一概にどうなんでしょうね。まあもっと長いことやってらっしゃる方はいやそれはこうだよという話があるのかもしれないですけど、まあいろんなのちょっと試して、まあちょこちょこ私はまあ、刺激を与えるじゃないけど最初に教わった通り結構切ることもあるんですけど、まあ割合出てはいるみたいです。ただ出ないこともあるということだけはちょっと頭に入れておかれた方がいいかとは思います。でこれもですねまあ芽を全部こう切っちゃうんですけど、先ほどの錦松と一緒でですね、
で赤松ってどちらかというとこう、まあ、柔らかくふわっとしたような感じで、だからまああんまり葉っぱもたくさんあるとですね、もうごちゃごちゃしてしまうので、まあ、すっきりさせた作りの方が、まあ、赤松らしいというか、特にこういう文人系の木はですね、まあその方がちょっとおしゃれな感じには作れるかとは思います。まあ、この辺もちょっと枝が少し多いのでですね、取っちゃいますけど。文人系。文人、はい、こういう木のやつを文人作りっていうんですけどね。まあ、これもだから今枝数もちょっと少なめで作ってありますけど、当然こうやって芽切りを今してますので、今年の秋頃にはまあ少なくても倍ぐらいの芽数にはなると。だからまあその辺も考えて、まあちょっと今のうちに枝数を少し減らしてもいいんですけど、まああまり減らしすぎてもですね、秋までまだ長いですからね、あんまり寂しい状態でも困るのでですね。もう終わっちゃいましたね。文人作り、最近ここ近年文人作りの木を好む方が増えてきてますね。昔はもう盆栽っていうと下がドーンとしたやつを好まれる方が多かって、まあそれが盆栽だよっていう感じでいたんですけど、まあ昔からこの文人作りっていうのはあるんですけど、結構まあこういうのを好まれる方が、まあうちに来られるお客さんではちょっと増えてきたかなという気はします。まあただ中にはいらっしゃるんですよ。山で伸び放題でピューッと伸びたやつを持ってきて、うちのは文人やからとおっしゃる方いらっしゃるんですけど、それはまあ意識してそういうふうに作ったんではなくて、まあもともと山に生えてるやつを掘ってきたらそういう形だったというのが多いんですけどね。はい。でまあ今ちょっと6月まだ今日は、3日ですか、早めに去年に比べると早めに滅入してますので1ヶ月ぐらい早くしてますから、おそらく葉は長くなると思います。で 2,3 週間すると切ったところから新しい芽が出て、それが秋頃までずっとこう伸び続けて、まあこのぐらいでは収まるかなとは思ってるんですけど、今これは去年はもう7月の12日ぐらいで切ってますから短いですけどね。で、まあせっかくですからこの芽切りをした時にちょっと下の方に下がってるような葉っぱは取っとくとですね、見た目も良くなりますので、やっぱこう松の葉全部がこういうふうにですねなってると、こう下にピッと下がってるのはですね、あんまりちょっと格好が良くないのでですね。はい、こんな感じでしょうかね。こんな感じで、今日はですね、まあ見切りの、時期到来ということで、
今年の目切りの第一発目という形でですね、赤松と、錦松と2つちょっと、実際に、やらせていただいたんですが、葉を先ほども言いましたけど、葉を短くしたければあと、1ヶ月ぐらいは辛抱して切らないと、もう今切ってしまうとやっぱちょっと葉は長めになりますので、それは頭に入れとかれるといいです。ただし、後の7月の時に今月末ぐらいかな、中旬過ぎてからやりますけど、黒松の目切りの時はですね、7月の10日15日ぐらいの方がいいんじゃないのって今までの説明はそうだったけどっていう方もいらっしゃるかもしれないけど、6月の中頃とかで今月の中頃とかで実際に黒松の目摘みを実際にやります、でその時に、単葉法、その葉を短くする方法、それを同時にご説明します。で、目の勢いのいいの悪いのっていうのを例えば7月やる時にですね、勢いのいいところの芽は先ほど言ったように葉をこう抜いてあげるという作業をしてあげると、勢いがちょっと弱いなというところと今度はバランスが取れると、それをやることによってですねと1回の作業で終わらせることができると、何も1回切って2週間3週間経ってまた2回目やってと、2回3回に分けてやる方も昔はよくそういうふうに本なんかも書かれてたんですね。でうちでも昔はそういうやり方をとってたんですけど、なかなか大変です、でまつげ1本しかなければいいですけど、数たくさん持ってらっしゃる方なんか特にですね、何回も分けてやるのも大変ですから、若い方なんか特にですね、で最近はいろいろ趣味も多いですから、こればっかりにかかってられないでしょうから、できれば1回で済ませられればですね。で実際そのやり方で葉をある程度、長くなるのをこう抑えるということができますので、目の切り方でもあるというふうにおっしゃいますが、目の切り方でそうですね、うちでやった分ではあまりさほど変わらなかったというのがある。一番はやっぱ葉っぱの枚数を変えてあげるのが一番いいですかね。だからもう目切りの時期に一緒にこの葉を抜いて、葉の数を減らして、ちょっと養分がいくのを抑制するというやり方が一番、簡単というかですね、実際その勢いのいい芽を目の前で見てますからね、その勢いのいい芽、そうでもない芽全部切ってしまった後じゃなかなかあれどれやったっけっていうのもありますので、その辺を実際見ながら、これは勢いがいいな、ちょっと葉を抜いてあげて、でパチンと芽を落とすというようなやり方でやっていけばですね、一通りバーッとやった時には、実際芽が次の2番目が出た時には秋には大体揃うという形でね、そういう方法が取れますので、実際に今月の中頃にでもまたその辺をご説明しながら実際にこう葉を抜きながら、やっていきたいなと思います。今日はこんな感じですね。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。スペイン語で来ました、コメント紹介です、こんにちは。とても勉強になるあなたのビデオにスペイン語の字幕がついていれば幸いです。説明を理解するのは非常に興味深いです。スペインからのご挨拶でこれに対応しました、これもスペイン語です。共有してくれてありがとう。やっぱおばさん感謝されてます。もう役に立ってればですね、ありがたいなと思いますけどね。で次は英語ですね。非常にいい投稿ですが残念ながら短すぎます。目摘みが早すぎますっていうあれですね。施肥、剪定、植え替え、最適な時期など具体的な特徴についてもっと詳しく説明していただけると嬉しいです。とてもよくできたチャンネルで好感が持てる盆栽の先生がいらっしゃいます。ありがとうございます。ありがとうございますって書いてますね。次も英語ですね。ありがとうございます。アメリカではレッド長寿梅は大変人気のある品種です。また非常に珍しい種類としてはブナがあります。これからも動画を続けていただければと思います。今年はブナないんですけどね、ブナだから宮崎でも愛好家の方で持ってらっしゃる方たくさんいらっしゃいます。そうなんですか。人気あるんですね。じゃそうですね。昔からあれですから愛好家の方持ってらっしゃる方非常に多いですよ。
だから特に臓器ですね、その小白で松とか心拍とかこういうのばっかりやる方もいらっしゃれば、臓器ばっかりをやるっていう方もいらっしゃるので、そういう方たち、臓器ばっかりやる方たちは大概持ってらっしゃるんじゃないですかね。次です、これスペイン語です。ビデオありがとう、分かりやすい説明です。カリンについて何かアイデアがあれば知りたいのですが。アイデア、カリンもですね、糖カリン、未消カリンあるんですけど、未消のやつはですね、盆栽でやる場合、大体30年以上40年ぐらいは花咲かないのでですね、でついだやつですね、普通で回ってるやつは糖カリンが多いんですけど、ああいうのはもう春にピンク色の花が咲いて、で実がなるんですけどね、これも、普通のカリンと姫のやつとってありますけど、非常に春は花の時期は可愛らしい花なので、結構花が咲くと人気でよく出ますけどね。で秋はですね、宮崎の場合は11月に木市があるんですが、なかなかそこまで持たないんですね。例えばよそからうちの場合は、小売店ですから仕入れをするんですけど、実のついたやつを仕入れてきても10月中に大概落ちてしまう。たまに残ってたりもしますけど、どうしてもやっぱ早く売れてしまうのでですね、あれなんですけど、ご自宅で別に楽しむには、カリンなんか特に実が売れるとすごくいい香りがしますからね。だからで熟したやつを焼酎なんかつけるとカリン酒、喉のお薬、ああいうのにも使えますし、非常に人気の種類ではありますよ。私が勉強になります次は英語です。とても感動しました。ありがとうございます。ありがとうございます。新規登録者。ありがとうございます。これは英語で書かれてました。あなたの助けとビデオに感謝します。織姫と舞姫の木をご存知ですか？はい。これらの楓のビデオもいいですね。良い一日を。織姫と舞姫ってもみじの品種ですね。織姫なんかは宮崎の愛好家の方でいっぱい挿し木やらして作ってらっしゃる方いますよ。本当ですか？はい、次です。スペイン、これが最後になります。はい。崇高な説明をありがとうございます。長女梅についてあなたの説明を含む21分間のビデオで21年間の本や雑誌よりもはるかに多くのことを学びました。ありがとうございます。ということです。はい。さあおばさん、海外からこれ今や読み上げたの全部海外ですから、はい、海外の方がおばさんの、解説を待ってますので、今後もよろしくお願いします。よろしくお願いします。その時期季節ごとでですね、いろいろ、これからもまたやらさせていただければとは思いますが、植え替えなんかをもっと詳しくというのがありますけど、今からちょっとできないからですね、ただ植え替えもですね、人によっては五葉松なんかでも9月がいいとかですね、あるんですよね。で9月10月が植え替えは実際いいんだと、これ生産者の方でそれを言う方がいらっしゃいます。で非常に一回悩んでやってみようかなとも思ったんですけど、いろんな人はやっぱ生産者の方もたくさんいらっしゃるので聞いてみるとですね、やっぱ皆さんやっぱ統計取ってらっしゃるんですよ。何月頃に植え替えをすると何%ぐらい枯れるとか、何月だと何%、特に生産者の方は畑で作っててそれを鉢上げするという植え替えもありますし、鉢から鉢で植え替えをするというパターンもあるんですけど、時々いらっしゃるんです。9月がいいと。で本当にそれがいいんやろかというのもあって、いろんな方ちょっと聞いてみたんですけど、結論やっぱ2月3月が一番いいみたいです。特に宮崎なんかそうですけど、いつまでもあったかいので宮崎の場合ですね、やっぱ9月頃にちょっと植え替えをするとですね、根をやっぱ切りますからね、どうしてもちょっと水が十分吸えないという現象が起こるんではなかろうかというふうに思うんですが、やっぱ2月3月が一番いいようです。救急の処置でやるっていう場合もあるんですけどね、実際はですね、もうガッチガチで水が通らないと、時たま
なんかこう穴開けてやるっていう方もいらっしゃるんですけど、それもちょっと考えもんでですね、だからまあどうしてもっていうパターンもあったりして、植え替えなんかをする場合もあるんですけど、その際には、まあ、なるだけ、細かい根を切らずに残すような形でですね、植え替えをするんですけど、まあめったにしません。やっぱ植え替え詳しくっておっしゃるけど、やっぱ2月3月、が一番もう答えが出てます、いいようです。はい。まあもちろん土地柄であるのかもしれないですよ。9月がベストという方もいらっしゃいます。うちは9月にしかせんっていう方いらっしゃいます。宮崎にもいらっしゃいます。10月にするという方がいらっしゃいます。10月に根を全部洗って植え替えをするという方がいらっしゃいます。でも一度見せていただいた木が次の年にないというのはどういうことなのかなとと思ったりもしてたんですけど、まあうちではだからめったに9月10月の植え替えはしないですね。まあ大体2月3月。はい、まあ4月にはもちろんやりますけど、やることはよくありますけど、まあお客さんの場合には2月3月に大体もう終わらせるようにはしてます。一番まあ失敗が少ないと言いますか、いう時期だと思います。はい、わかりました。ありがとうございました。はい、ありがとうございます。